こんにちは、ソニック研究員の KT です。皆さんはゲームで泣いてしまったことってありますか？僕はしょっちゅう泣いてしまいます。ドラマや映画などと違ってゲームは自分の手で物語を進めていくので、その分すごく感情移入してしまうんですよね。そんな思わず泣いてしまうような感動シーンがソニックシリーズにもたくさんあるんです。ということで今回は僕が厳選した号泣必至の感動シーンを6つ一緒に見ていきましょう。またこのチャンネルでは他にもソニックのゲームやキャラクター紹介、ランキング動画や最新ゲームのレビューなどを投稿していますので、動画が気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速スタートです。まず最初にご紹介するのはソニックアドベンチャー2のラストシーンです。今作で初登場したキャラクターシャドウ・ザ・ヘッジホッグ。彼は50年前人間たちの手によって大切な友人マリアを殺され、人類に復讐すべく動いていました。エッグマンを言葉巧みに誘導し、宇宙に浮いていたスペースコロニーアークを地球に向かって落とそうとします。しかし物語の終盤でマリアの本当の願いは復讐などではなく、地球に住む全ての人々に生きるチャンスを与えてほしいというものだったことが判明。マリアの本心を思い出したシャドウはソニックと協力し、地球に向かって落下していたアークを止めることに成功します。しかし命を懸けて地球を守ったシャドウにみんなの元へ戻る力は残されていませんでした。シャドウは今作が初登場ですが、その見た目のかっこよさや彼の歩んできた人生からプレイヤーの心に強く残るキャラクターです。そんなシャドウを失った喪失感と直前まで繰り広げられていた熱い展開とのギャップで初プレイ時は呆然としました。静かなシーンであるにもかかわらずプレイした人全員に大きな衝撃を与えるシリーズきっての名シーンです。シャドウはねえ、彼は本当にジェラルドが作った復讐の道具だったのかしら。奴は奴さ。命を懸けてあの星を守ったハリネズミ、シャドウ・ザ・ヘッジホッグさ。そうね。幼いわしにとってじいさんはまさにヒーローじゃった。子供心にいつかはじいさんのような科学者になることを夢見たもんじゃ。じゃあな、じいさんは本気でわしらを滅ぼしたかったんじゃろうか。さあね、ただ言えることは僕たちはやったってことだよ。そうじゃな。どうすんだお前。まだエメラルドを追いかけ回すつもりか？やめとく。なんか苦労の割に儲けなさそうだし。それに今回は宝石よりもいいものが手に入ったから、それでチャラにしとくわ。なるほど。作られた究極の生命体か。どうしたのソニック？いや、なんでもない。さあ帰ろう。俺と同じ青くて丸いあの星に。アディオス、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。続いてソニックと秘密のリングのラストシーン。今作のラスボスイレーザージンを倒したソニックは彼をランプの中に封印します。しかしイレーザージンと恋仲だったリングのせいシャーラは彼を失ってしまった悲しみ、そして闇に染まった彼を元に戻せなかったことを痛感し涙を流してしまいます。そんな時ソニックがシャーラにある願い事をしました。ソニックのキザな魅力が満載のこのシーン、シリーズ中でも特に大好きなラストです。昔通りランプの中で過ごせ。シャーラ、いるんだろう。止めてくれ。こいつを止めてくれ。また二人でやり直そう。嘘じゃない、嘘じゃないんだ。私が世界を統べる者のはず。それがこんな薄汚いネズミになぜだ。俺は薄汚いネズミなんかじゃない。
ちょっとすごいハリネズミなんだよ。シャーラ、俺の願いを聞いてくれるか。ハンカチを山ほど出してくれ。海ができるまで泣いていいぞ。ハンカチは山のようにあるからな。続いてはソニックアドベンチャーよりガンマ編のラスト。ガンマはエッグマンの作ったロボットで、ゲームの序盤ではエッグマンの命令に従い行動していました。しかし物語の途中でエミーと出会い、彼女と言葉を交わす中で彼の心に変化が。最終的にガンマはエッグマンに従うことをやめ、彼の兄弟機の中に囚われている小動物たちを解放するために自らの意思で行動を開始します。ソニックシリーズでも特に異彩を放つガンマの物語。その最後は何とも悲しく、そして衝撃的なものでした。ぜひ最後の最後まで目を離さずにご覧ください。続いては2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグのラスト。本作で世界を破壊した強敵ソラリスがまだ小さな種火だった時代にやってきたソニックとエリス。この種火を消してしまえばソラリスが生まれることはなく、これまで起こった多くの犠牲や悲しみは全てなかったことになります。そしてソニックとエリスが出会った未来も、何をすべきかは分かっているけれども、それは17歳の少女が下すにはあまりに残酷で悲しい決断でした。本作のエンディングテーマ「マイ・デスティニー」をバックに描かれるソニックとエリスの最後の会話、その美しくも切ない描写に涙すること間違いなしです。怒らずに済むのですね。そして私とあなたの出会いも存在しなかったことになる。私は本当は、たとえ世界がどうなったとしても、エリス、スマイル。続いてはソニックバトルのラスト。今作に登場するキャラクターエメルとの別れを描いたシーンです。エメルは古代に作られた破壊兵器で、相手の技をコピーする能力を持っています。初めは言葉を話すことすらできませんでしたが、カオスエメラルドを取り込むたびに成長し、最終的にはソニックたちの活躍で心を手に入れます。心を手に入れたエメルは兵器としてではなく、
ソニックたちの仲間として生きていくことを決意。世界征服を企むエッグマンを止めるべく単身エッグマンの元へと乗り込みました。しかしエッグマンの罠にかかってしまい、エメルは暴走。駆けつけたソニックと戦うことになってしまいます。今回紹介するのはその決着がついた後のシーンなのですが、シリーズ1と言ってもいいくらい悲しいシーンです。ソニックたちはもちろん、エメル自身も予想していなかった唐突な別れ。ムービーなどはなくテキストのみで進行していくシーンですが、それでも胸が締め付けられるようでした。最後にご紹介するのはソニックワールドアドベンチャーのラストシーン。激闘の末、今作のラスボスダークガイアを沈めることに成功したソニックとチップ。しかしそれはダークガイアと対をなすライトガイア、すなわちチップもまた眠りにつかなければならないということ。ソニックに別れを告げ、彼を地上へと送り返すチップ。そして地上に戻ったソニックはそこであるものを見つけます。本作のラストは非常に後味がいいですよね。チップとの別れは悲しいですが、その後の演出によって不思議と清々しく前向きな気持ちになれる名場面です。おっつあいつあ。 。 。 。。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 
の大地と共に君のそばにいるから。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。後味の良いシーンから悲しいシーンまでいろいろありましたね。この動画を作っていて改めてソニックのストーリー好きだなぁと思いました。皆さんが感動したシーンもぜひコメントで教えてください。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録や高評価をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。